今日はですね、α7-4 を使って APS-C クロップと超解像ズームを使うとどれぐらい映像をね、ズームすることができるかってことをね、紹介していきたいかなと思います。まず機能の紹介をしますね。APS-C クロップっていうのはフルサイズの画角を APS-C サイズにクロップしてくれるというもので、単純に APS-C サイズに 1.5 倍にズームしてくれるような感じで捉えていただければいいと思います。はい。それで、超解像ズーム。超解像ズームというのはソニーの、独自機能みたいなんですけども、基本的には電子ズームのようなものなんですが、電子ズームしても画質を劣化させないという技術があるみたいで、より光学ズームに近いズームを実現したものとなります。これも 1.5 倍まで寄ることができます。なので、この APS-C クロップモードと超解像ズームを使うと 1.5 倍 ×1.5 倍なので合計で 2.25 倍のズームをすることができるようになります。で、α7S3 は超解像ズームはあるんですけども、おそらく画素数の関係で APS-C クロップができないので、合計で 1.5 倍しかできません。ただこの α7-4 は画素数が増えたので超解像ズームと APS-C クロップができるようになったので合計で 2.25 倍できるようになりました。はい。ということで α7-4 を使ってどれぐらいね 2.25 倍でどれぐらいねズームすることができるかということをね見ていきたいかなと思います。はい。ということで機材の紹介をしますね。機材はα7-4 でレンズは16-35の GM レンズを使いたいと思います。で、16-35が焦点距離の領域なんですけども、この機能を使うと2.25 倍することができるので、16mm から35が 16mm から78.75mm かなまで寄ることができるようになります。ということでね、映像何個か撮ってみたので 16mm、1.5 倍の 24mm、1.5 倍の 36mm で元を 35mm にして 78.75mm っていう4つの映像をそれぞれ見ていきたいと思います。はい、ではここからは画面を変えて見ていきたいと思います。はい、では最初の映像から見ていきます。はい、こちらが 16mm です。アクティブ手ブレ補正はオフにしています。で次にこちらが 16mm に APS-C クロップをしたもので 24mm になっています。次にそれに超解像ズームをつけて 36mm になりました。はい、最後に 35mm 単にして、超解像ズームとクロップをつけて 78.75mm です。これが。はい、で4つをまとめて見てみますとこんな感じです。はい、続いて次の映像を見ていきたいと思います。こちらが 16mm です。APS-C クロップモードにして 24mm です。さらに超解像ズームをつけて 36mm です。で最後にレンズの方を 35mm にして 78.75mm です。4つまとめるとこんな感じです。はい、次の映像いきます。こちらは 16mm です。国立競技場です。APS-C クロップにして 24mm にしました。さらに超解像ズームをつけて 36mm にしました。これで 2.25 倍ですね。で最後にレンズを 35mm にして 78.75mm です。で4つをまとめてみました。はい。はい、次はスタジアム内の映像になります。はい、こちらが 16mm です。こちらが APS-C クロップモードで 24mm です。こちらが超解像ズームを入れて 36mm です。でレンズを 35mm にして 78.75mm です。4つを並べるとこんな感じです。はい。
で、最後にもう一度スタジアム内の別アングル角度の映像になります。はい、こちら 16mm です。大分トリニータ側ですね。APS-C クロップで 24mm です。超解像ズームの 36mm です。で、レンズを 35mm にして 78.75mm で、4つ並べるとこんな感じになります。はい。はい。という感じでいかがだったでしょうか。16-35mm のレンズですと、それだけでも超広角から、ポートレートまで撮れるんですけど、80mm 弱ぐらいまでいけるとかなりね中望遠までいけるので、かなりその撮影の幅が広がるような気がします。ただこの APS-C クロップと超解像ズームは、基本的に光学ズームとはまた違うと思いますので、光学ズームと比べると画質とかオートフォーカスとかその辺でデメリットが出てくると思います。確か超解像ズームですとオートフォーカスエリアの設定は無効になってしまって、中央付近を優先したオートフォーカス動作になるっていうことですね。なので超解像ズームを使うとその辺のフォーカスの部分で少し制限が加わるような形になります。あとは明るさとかボケの量とかその辺もねまた変わってくるので、厳密に光学ズームのレンズと同じような画質とか性能はね引き出せないかもしれないんですけども、その辺をね許容範囲としてある程度問題ないと思えるんでしたら全然使ってもいい機能なんじゃないかなと思います。はい。APS-C クロップに関してはα7 IV ですと7K を4K にねオーバーサンプリングの 7K を 4K の動画にするんですけども、 APS-C クロップですと多分4.9K とかだったような気がするんですけど、それのオーバーサンプリングになるので若干画質の面が変わるかもしれません。はい。なのでその辺はやはりトレードオフがあるので、便利なところはあるんですけど、犠牲にする部分もあるということで、その辺を踏まえて使ってみるといいんじゃないかなと思います。これはもちろん単焦点レンズでもできるので、例えば旅行に行く時とかになるべく荷物の量を減らしたいっていう時は、例えば今回のこの GM の 1635GM っていうのはちょっと大きいんですけど、例えば SEL20F18G とかですと、単焦点レンズってかなり小さいレンズで旅行動画としてねかなりね僕は好きなレンズの一つなんですが、それですと 20mm という広角も撮れるし、今回のAPS-C クロップと超解像ズームを使うと 2.25 倍で 45mm までいけるので、広角から寄ったポートレートとかも撮れるんじゃないかなと思います。はい。で α7-III だと APS-C クロップができないので、 20mm のレンズですと 1.5 倍で 30mm ぐらいにしかならないので、旅行動画とかで荷物を減らしたいなっていう時とかは α7 IV の方がもしかしたらいいかもしれません。はい。という感じで、そのトレードオフはあると思うんですけども、なかなか使える機能だと思うので、ぜひねズームしたいとか単焦点しか持っていない方いましたらぜひね試してみてください。